to the honors. びっくりしたねえねえ今もうちょっとさすごい演技がいいね。でも全然違うね先週と。おめでとうありがとう皆さんのおかげです。本当にはいはいじゃあはいはいありがとうございます。乾杯。 Cheers。 ねえバブリーのさ意味絶対ちゃんと説明してないけど、確か半分の人絶対これ聞いてる半分のみんなはバブリーってバブリーだと思ってるよね、多分ね。にバブリーな感じだしね。バブリー今日もそうバブリーは80年代ね。そうだね、80年代だよね。80年代のね、私たちがソバージュ生にまれる前ぐらいだね。そのバブリーじゃないんだよね、このバブリーだよね。泡がバブル、バブル、泡越しのうん2人の楽しい会話っていうタイトルです。あとエピソード4にしてちょっとさっきこうって誰だっていう声もきっとあるんじゃないかなって、どんな人、ほらインスタだとさかっこいい写真しか載せないからさ、であんまりこうどういうプロフィールとかなかなかね、私も探したけどないからさ、ちょっと改めて紹介しませんか。長谷川咲子。長谷川咲子です長谷川咲子はアデライデとアディションアデライデのディレクターなんですが、アディションアデライデとアデライデは青山と表参道に立っている素晴らしい、ハイエンドセレクトショップ、洋服屋さんです、ね、洋服屋さんです、今年30周年なんです。30周年すごっ、そう私が3歳の時からあります。そっか、じゃあもう本当あれだよね、もう意識できた頃にはからはもうあるんだね、お店は。お店がそうあって、お店に遊びに行ってたってことでしょ。赤ちゃんの時から行ってた。写真が残ってる。すそうごいね。ファミリービジネスって言わないと赤ちゃんの時から言ってたんでねすごいね通ってたみたいになってるけど、一応親が初めて30周年で、私が2代目で、今ディレクターをしています。ディレクターって要は You're the boss, right? ディレクターの上は何？一応 My mom is a creative director っていうそっか。あれがあるから、クリエイティブディレクターは全体のこう例えば置いてる洋服のバイングは咲子がうちは私とチームみんなでやってるんだけど、一応マネージングディレクターっていう肩書きあった時はもうちょっとその経営を学ぶ上で人をマネージメントしたりとか、そのファイナンシャルの部分を見たりっていうところがマネージングディレクター多分3-4年前にやってて、そっから今お店のそういう部分はもうマネージャーに任せて、今はその買い付けとかそのビジュアルだったり、ブランディングの方のディレクターで、そのもう一つ上にいるのが母で、もうちょっともっと大きなビジョンでクリエイティブに物事を考えて、ブランディングの一番そのトップっていう感じで、でもあとバイヤーとして今コロナだから海外行けないんだけど、コロナの前はもういなかったじゃん、ほぼ。年に何回行ってた？2,3 ヶ月に1回、しかもずっとパリしか行かない。もう本当にパリにお家持った方がいいんじゃないっていう。本当だよね。だから6回ぐらい行ってる時あってて、そうもうちょっと今考えたらちょっとありえないよね。でもすごい体調崩してなかった。もう飛行機乗りすぎて、帰ってくると風邪ひいてたよね。なんかもう飛行機に乗るもうプロって感じ。多分その当日の出発する30分前か1時間前にパッキングしてでそれさ2日目の時に1回会ったぐらいね本当ちゃんと準備してるで着ていく服ももう寝巻きもうほぼ、なんかもうなんていうの、ちょっとさ旅行に行く時に飛行機乗るからさ大体、何着ようかなみたいな気持ちはあるんだけど、それなかったね。一家に家からホテルまで簡単に行けるから。そう家からパリのホテルまでどれだけリラックスしていけるかしか考えてなかったよね。そう。いやもうだからもう素晴らしいと思ってた。
コロナになってからセールスって変わったの？そうだからありがたいことに30年間やっていて、そのお客様とのその関係っていうのが、うち本当に中小企業というか本当ファミリービジネスの小さい規模でやってきてるから、すごくこう近いお客様とご飯行ったりとかしたり、もっとその皆さんが洋服おしゃれして出てく場っていうところもある意味一緒に楽しんできたりとかしてるんで、私も今全然お店もそのアポイントメント、今までの顧客さんのアポイントメントいただいて行って、で一緒にこう洋服選んでってまだやってるんだけど、そういう小さい会社だからちょっとできることっていう、普通だったらちょっと難しいかもしれないっていうところが独特な。確かになんかこうマンツーなリレーションシップを持ってるもんね。そうだから私もそういう風にね、さっきこうなんかアウター欲しい、こういう感じのがいいけどないって、あ、こういうのどうって、そういう関係って結構ね、信頼関係がやっぱ生まれるし、もう分かるでしょ私のスタイルをっていう、だからある程度もう任せちゃう部分もあるだろうね、みんな。そうだから一日に一人には絶対必ずその今何ありますかみたいな会話で、でお店の子とかにコーディネート組んでもらって写真撮って送ってっていうのを一日一人は私まだしてる。で会話してアポイントでっていう感じかな。あれでしょ、2019年に WWD Japan Next Leader 受賞したんでしょネクストリーダーね。ってことは2年前だから、もうリーダーだもんね。というか今年リーダーじゃん。なのかな。今年だってね、起業して自分の会社を立ち上げて、今年の夏。そうだから2019年になんか別に意識してなかったのに、WWD さんにそのネクストリーダー、次世代のリーダーとしてその32歳の時かな、に、こうインタビュー受けて、リーダーなんだって思って、その感覚なかったから。なかったんだ。ないだって会社でも結構引っ張ってるわけじゃん、みんなのこと。でもリーダーだついてこいっていう感じっていう感覚よりも、どうにか会社をやっていかなきゃいけないみたいな。やっぱりこう家族経営だからそこはシビアで、もう本当にいつ何が起こるかわからないし、あんまりこう浮かれた感じじゃいけないから、なんかなんていうの、チームがいて皆さんありきの会社としてって考えると、リーダー的存在っていう意識はそこまでなく、もうほら私がさ高校生の時からいてくれてるスタッフさんが多いの。私より年上の方も多いし、その人たちが一緒にこう共に戦ってきて、十何年間一緒にやってきてる人たちが多いから、なんか私がほらリーダーっていう意識よりも一緒にやっていこうっていう。もうみんなもう one big family。そう家族だね。今の会社はどういう会社？自分の知恵の輪っていうのをすごい理解することが大切って書いてあって、なんかここまでは得意、でもこっから先は知恵のなんか輪の終わりっていうのをすごい自分で意識してなきゃいけないっていう本があったんだけど、自分はここが得意、ここまで、こっから先をやっちゃうとなんか難しいかもしれないっていうのを理解しとかなきゃいけないんだって。自分のそのレベルを超えたところではどうやって成功するかっていうと、やっぱチーム作り、チーム編成が大切で、なんか私はそういう本も読んできたし、自分はここは得意だけどここは苦手、何でもできるわけじゃないっていうのを意識して、自分が足りないところをすごいカバーできるチーム編成を考えて、そういう自分が苦手なところを持った才能を集めたチームを作り上げたら、どういうビジネスのチャンスが生まれてどこ行けるんだろうっていうのの挑戦をしたかったの。すごい逆だ。いやなんか普通さ、
こういう会社、こういうことをしていきたい、こういうビジネスを広げていきたいっていうのを信じて、それに向けてチームを作っていくわけじゃん、もしくはリーダーだったら教える、でそれでまあやっぱすごいいい経営者って、やっぱどれだけこう人に任せていけるかっていうイメージだけどさ、その逆に自分が思うこの人と一緒にやったら何かしら成功するっていう漠然としてるんだけど、チームを組んでから何ができるんだっていう、そこのスタートラインがなかなか聞かないよね。聞かない話で、だからある意味何でも We can do anything っていうマインドでしょ。超そのマインドやばいよねなんで本当に We can do anything って思ってんだけど、思っちゃうぐらいすごい優秀な人たちに今囲まれてて、ちょっとポーズしていいですか、おかわり自分の珍しい。いや自分の話してるからさすごい喉乾くし、ちょっとこれ酔っ払うね、この感じはいいですね。乾杯しよう。じゃあ、はい、乾杯